夏野菜、薬味ときたらあれを作るに決まっておろう。今日の飯は山形名物だしぶっかけ冷しゃぶ。山形が生んだ最強万能調味料、それがだし。正直夏はこれさえあれば余裕で乗り切れる。今回は簡単材料でアレンジしただしをキンキンに冷えたしゃぶにぶっかけ決めていく。では早速野菜をサクッとカットや。ナスは以前説明した通りヘタの部分を斜めにこそぎ落とすように切ると先端まで無駄なく使える。今回野菜の切り方はほぼ同じだ。全部5ミリ角ほどの大きさにカットしていく。スライスしたものを並べたらやや厚めに千切り。その後横にしダイスカットや。大きさが多少ばらけても気にしなくていい。次から次にザクザク切る。無心で切る。火を通してない状態のナスは中に渋みがあるので水にさらしてアク抜きをする。ちなみに俺の場合渋みは大して気にならんのでこの工程は省くことが多い。アク抜きをしない場合は切断面がどんどん変色してくるのでナスは最後に切るといい。5分後、この短時間でこれだけ水が濁ってる。これがアクとナスの色素や。このまま使うと水っぽくなり味が薄まるのでここで醤油をまぶし締める。この状態でしばらく置いておくと浸透圧により余分な水分が抜ける。置いてる間に他の野菜もどんどんカットしていこう。きゅうりは先端のヘタを切り落とし真ん中から真っ二つ。あとは切り方はナスと同じや。切った食材は次々ボウルにぶち込んでいく。お次はみょうが。薬味は惜しまずたっぷり入れるとうまい。いつも俺は2本ほど使うが苦手なら減らしても OK や。大葉は5枚ほど使う。ちなみに今回は割とオーソドックスな出汁を作るが慣れてきたらいろいろ食材をアレンジしてみるのも面白い。例えば俺がやるのはここに梅肉を加えたりトマト、オリーブオイル、大葉をバジルに変えてイタリアン風にしてみたり、あとはニンニク、ニラ、ラー油でパンチのある味付けにしてもうまい。ラストは生姜。皮は薄く食感は気にならないので汚れがひどくない場合は皮ごと使って大丈夫や。ここでちょっとしたポイントやが生姜だけは細かめに刻んだ方がいい。他の食材は5ミリ角で切ったが生姜もこの大きさだと噛んだ時に辛みを感じる。こいつだけは木っ端みじんの粗みじんや。ナスの水分もそろそろ抜けたはずや。軽く絞りボウルに加える。よし、では味付けといこう。砂糖小さじ1、醤油大さじ3、お酢大さじ1、そしてみりんを大さじ1。みりんはこのくらいの量だとアルコールはほぼ感じないが気になる場合は軽くレンチンして煮切るといい。そしてまだ出汁には欠かせない食材がある。がごめ昆布。おそらくスーパーではこの納豆昆布という名前で売られている。こいつを一つまみ入れるだけで昆布の旨味ととろみが加わる。がしかしこれスーパーによっては売ってなかったりするんでおそらくいや絶対がごめ昆布がありませんというコメントが来るはずや。こういったコメントを先回りして潰す、それが YouTuber というわけで今回はどこでも手に入る食材で代用していくことにする。はい、塩昆布長です。この部長を一つまみ。これで昆布の旨味は補える。そしてとろみ漬けにはあれを使うか。はい、なめこちゃんです。きっと味も合うはずだ。こいつを軽く湯がいて水洗いし加える。とろみをつける食材は他にもオクラ、長芋、メカブ、とろろ昆布などなどあるものを使ってくれ。
あとはこいつの旨味も足しておこう。鰹節、こいつを細かく握りつぶして混ぜておく。あとは落としラップをし、冷蔵庫で1時間ほど寝かせれば完成や。ちなみにベーシックなだしは5日ほど保存が効くが、なめこが入ると足が速くなるので 2,3 日で食い切るといい。まあだいたい1日2日でなくなるので安心したまえ。1時間後、だし完成。だしは何に合わせてもうまいが、今日は夏らしく冷しゃぶといこう。湯を沸かす際に塩を入れておく。肉の下味をつけるためや。後で水で締めることを考え、パスタを茹でるときぐらいのしっかりした塩分濃度が理想。 1% ぐらいや。肉を締める際、あまりキンキンに冷やしすぎると締まりすぎて硬くなる。とはいえ夏の水道水はぬるいので、軽く氷を入れるぐらいでちょうどいい。湯が沸いたら酒を大さじ1ほど投入。こいつは肉の臭み消し用だ。酒により湯の温度が多少下がったタイミングで肉を投入。湯の温度が高すぎると肉が硬くなるので、ふつふつしたぐらいの湯加減で茹でる。一気に入れると温度が下がりすぎるんで、 2,3 枚ずつ広げながら茹でるといい。肉の色が変わったらすぐにざるにあげ、粗熱を取っておく。ちなみに今日使ってるしゃぶは肩ロース。しゃぶ肉といってもバラ肉、ロース肉いろいろあるが、赤身と脂身のバランスがいい肩ロースは冷めても柔らかく仕上がり、冷しゃぶに適している。肉はこのままラップをし、冷蔵庫でじんわり冷やすのが理想やが、すぐに冷まして食いたい場合は水で締める。この際水につけすぎると旨味がどんどん抜けていくので、あらかた冷えたらすかさず取り出す。水はしっかり切っておくんや。このままやとまだ肉が水っぽいんで、キッチンペーパーを使いしっかりと水分を拭き取る。器に盛り付けたらごま油を回しかけ保湿パック。これでパサつくこともないし、同時にごま油のいい風味がつく。そこに冷やしておいただしをたっぷりぶっかけたら完成や。だしぶっかけ冷しゃぶ。あらゆるものに合うだしはあらゆるものにかけたらいい。しかしまあ、なめこを入れたら彩りが一気に鮮やかになった。こいつはまさに味の宝石箱や。己彦摩呂出しゃばりよって。柔らかく茹で上がったしゃぶでだしを包み込み、一気に口へと運ぶ。夏い。やはり夏はこれを食わないと始まらない。今回初めてなめこを入れてみたが、こいつがなかなかいいアクセントになり正解やった。しっかりとろみも出ているし、何よりタレの染み込んだなめこそのものがうまい。今後出汁を作る上でレギュラー入り濃厚やな。米が飲める。暑くてどんなに食欲がなかろうが、こいつをかければ無限に食える。飽きのこない味付けととろみのおかげで、どんな食い物でも飲み物と化す。まあ出汁といえば、最近ではスーパーやコンビニで普通に売ってるぐらい定番になってきたが、やはり自分で作ったものは格別にうまい。ごちそうさまでした。